こんにちは、まいです。今回は片付けたいけどいつも挫折してしまうという方に向けて、片付けるための心構えについてお話ししたいと思います。部屋が散らかって落ち着かない、なんとなくいつも片付けられない、ミニマリストに憧れるけれど私には無理かもしれない、そんな風に感じる方へ、片付けに対する心理的なハードルを下げるための考え方をご紹介します。中にはそんなの当たり前じゃないと思うようなこともあるかもしれませんが、改めて心に留めておくことで片付けへのハードルが下がり、行動への一歩が踏み出しやすくなれば嬉しいです。それでは行ってみましょう。一つ目は、物が少ない方が片付けは楽です。まず最初にお伝えしたいのは、物が少ない方が片付けは確実に楽になるということです。当たり前のように聞こえるかもしれません。しかし、この意識があることで、なぜ物を減らすのかが明確になり、漠然と片付けるのではなく、目的を持って取り組めるようになります。例えば、デスクの上に使っていないものや資料で山積みの状態と、必要なものだけが整って置かれている状態。ちょっとデスクの上でも掃除しようかと思った時に、どちらが掃除しやすいでしょうか。物が多いと掃除が大変なのが容易に想像できて、掃除しようとする気すらなくなってしまいます。暮らしの中のものも同じで、必要なものの適量を意識することで、片付けのハードルはぐんと下がっていきます。つまり、物を減らすという行為は、片付けると同時に片付けのハードルを下げる行為でもあると言えます。ミニマリストを目指しているわけじゃないしという方もいらっしゃると思います。でも、ミニマリストであるかどうかは関係なく、もし片付けが大変と感じているのなら、まずは物の多さに目を向けてみる。それが片付ける上での第一歩だと私は考えています。二つ目は、手放す時の考えはシンプルにです。手放す時にはできるだけシンプルに考えることをお勧めします。いざ手放そうと思っても、一つ一つ丁寧に考えすぎるとどうしても疲れてしまいます。これはどうしようかな、まだ使えるかもしれない。そんな風に迷っているうちに、あっという間に時間ばかりが過ぎてしまって、全然終わらないと途方に暮れてしまいます。だからこそ、できるだけシンプルな基準で考えると片付けが進みやすくなります。大切なものではない、使っていない、使う予定もない、この3つに当てはまるなら、機械的に手放してみる。物が多い最初のうちは、このような基準で減らしてみるのがおすすめです。また、思い出の品など、判断に迷ったものは無理に手放さないというのもポイントです。迷うくらいなら一旦残す。その選択肢があっても決して悪いことではありません。まずは片付けをどんどん進めて、ある程度すっきりした後に迷ったものをじっくり考える。その方が精神的な負担も少なく、無理なく進めやすくなります。私は一旦保留ボックスとしてファイルボックスに迷ったものをまとめています。ただ、物の量に応じて段ボールだったり棚の一角だったり保留のための場所を作っておくのもいいと思います。こうすることですぐに解決できないものに無理して答えを出さなくても済み、物を手放すときに生まれる気疲れをぐっと抑えることができます。3つ目は、ちょっとでいいから減らしてみるです。
片付けに対してなんだか苦手だなとかちょっと億劫だなと感じるとき、ついしっかりやらなきゃ、どうせなら一気に片付けようと思ってしまいがちです。しかしそう思えば思うほど気持ちが重たくなってしまって、結局手をつけられないままになってしまうということがある方も多いのではないでしょうか。そういう時は1個でもいいから使っていないものを減らしてみる。はじめは引き出しの中から使っていないものを1つ手放す。それができれば今度は2つ手放してみる。それもできるようになれば着ていない洋服を手放してみる。といったふうにスモールステップで進めることで心の負担も軽く、少しずつ身の回りが片付いていくのを感じられるはずです。明日やろうはつい後回しの言い訳になってしまいがちです。思い立った今、ほんの少しだけでも動いてみる。その小さな行動の積み重ねがやがて自信や習慣につながっていきます。片付けさえ習慣になってしまえば、あとは勝手に部屋の中が整っていくはずです。逆に一気に片付けることができたとしても、日々の習慣が変わっていなければリバウンドを防ぐことは難しいのではないかと思っています。4つ目は他人と比較しないことです。片付けや物の持ち方については、どうしても SNS やメディアで見かける理想の暮らしと比べてしまいがちです。ですが、よそはよそ、うちはうち。この意識を持つことはとても大切だと思っています。私も SNS はよく見るので、見ること自体を否定するつもりはありません。ただ、あくまで参考として見るようにしています。SNS を見てすごいなぁと感心するのはいいけれど、自分には無理だと落ち込んでしまったり、もっと手放さなきゃと焦ったりする必要はありません。そもそも物を手放す量や持つ量は人それぞれ。暮らし方や家族構成、価値観も違えば適量も違って当然です。だからこそ自分にとってちょうどいい量を見極めること。これが無理なく心地よい暮らしを作っていくために欠かせない視点だと思います。他人と比較するよりも自分にとって快適か、自分にとって心地よいかという軸を大切にしてください。最後5つ目は完璧を目指さないです。片付けの話になると、どうしても完璧にしなくちゃと思ってしまう方が少なくありません。ですが、これも何度でもお伝えしたいのが、完璧を目指さなくていいということです。完璧主義な人ほど、もっと減らさなきゃ、もっときれいにしなきゃと考えすぎて、気がつけば疲れ果て、行動するのさえ億劫になってしまうことがあります。そもそも完璧な状態というのは一生来ないと思っていた方が気が楽です。片付けはゴールではなく日々の積み重ね。仮に完璧に整ったとしても、日々の暮らしの中であっという間に崩れるものです。例えば週末に完璧に整えた部屋を作ることができたとしても、次の日には捨てるかどうか悩ましい郵便物が届いたり、子供の成長に合わせて家具を用意しなければいけなくなったりと、
あったはずの完璧は簡単に消えてしまいます。なので、このくらいまではまあ増えてもいいかと思える心の余白を持つこと、完璧な時があったりなかったりを受け入れることが片付けを日頃から続けるためのコツかなと思っています。はい、以上がなんとなく片付けられないを手放す5つの考え方でした。片付けに限らず、どんなことでも最初は大変に感じるもの。しかし、考え方一つでその大変さは不思議と軽やかになることがあります。片付けは焦らず、自分のペースで大丈夫です。今回お伝えした心構えも特別なことではないかもしれません。でも、心のどこかでやってみようかなと思えるきっかけになっていたら幸いです。この動画が面白かったよ、参考になったよと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ、押していい？ねえ。ないないしていい？いいです。